はい、どうもこんにちは。シュール先輩と申します。本日はマイクロスイッチを搭載したアケコンボタンフラッシュタップが届きましたので、細かく見てレビューをしていければと思います。このチャンネルではアケコンやパーツを中心としたデバイスの情報からアケコンの自作 DIY の解説まで幅広くお届けしております。少しでも興味がございましたらぜひチャンネル登録をしていただけますと幸いでございます。それでは早速開けてまいりましょう。こちらの箱に直接伝票が貼られて届きました。ではオープン。このような感じで雑多に入っております。このようなフラッシュキャップの取り付け方という QR コードがついておりました。こちらのボタンは日本 e スポーツ連合、通称 JES のプロライセンスを持っているトニーさんが立ち上げたフレキシギアというメーカーから販売されております。なので格ゲープロ監修のアケコンボタンとなります。最近流行りのマイクロスイッチ搭載で押し込みが非常に浅いボタンとなっております。つまりは直感的な入力ができるということが特徴でございます。去年の夏頃に発売を開始して供給も現在安定していて非常に買いやすいアケコンボタンとなっております。ラインナップとしては本体2種類とサイズ2種類、こちらの通常版とこちらの正音版、それぞれ通常版 24mm と 30mm、 正音版も 24mm と 30mm ございます。大きさバージョンにかかわらず790円というお値段になっております。ボタンキャップは別売りとなっていてカラーがたくさん、青、赤、黄色、緑、透明、ピンク、クリアな黒、紫、白、黒、ご覧のキャップ全部110円で販売しております。つまりはキャップと本体をセットで買うと900円になるという計算でございます。通常版と正音版それぞれボタンのセットがございまして、 24mm のボタンが10個セットで7500円、 30mm のボタンが10個セットで7500円、レバーレスアケコンとかにそのまま搭載できそうな 24mm14 個に 30mm1 個加えられたものが1万1000円というお値段でございます。なんと今なら各セットに1個フラッシュタップニップルという突起がついてきます。こちらですね。こちらについては後日の動画で説明をさせていただければと思います。今回は正音版のボタンセット 24mm が14個 30mm が1個のセットですね。こちらと通常版のボタンを 24mm4 つ、紫色のボタンキャップを19個購入いたしました。注文してから手元に届くまでは非常に早い印象でございます。現在ね、なんか業務調整が入るということで発送には、時間がかかっているような状況ではあると思うんですけれども、4月4日に注文して、業務調整によって4月7日に発送されることになったんですけれども、4月9日には手元に届いているような形となっておりました。包装に関しては一個一個チャックのついた袋の中に入っているような形で非常に丁寧な印象でございます。箱の中にはね雑多で入っているような感じですけど、袋があれば傷がつくみたいなこともあまりないかなというふうに思います。ではまずはこちら、ボタンキャップが別売りという形になっておりますので、手元に届いたらまずはボタンキャップの取り付けを行う必要がございます。やり方についてはこちらに記載がありますので、それに従ってやっていくこととしましょう。 QR コードをアクセスするとこちらフラッシュキャップの取り付け方法というページに飛ぶことができます。ご覧のようにボタンの切り欠きとフラッシュタップの爪を合わせるような形でボタンを装着しないといけないらしいです。 X を見ていると取り付け方法が間違っているとこのボタンの性能を最大限に発揮できないということで、制作者様がですねそれをチェックしているような風景も見ることができましたので、こちら正しくやっていく必要があるかなというふうに思います。ちなみにキャップの取り外し方法についても記載があります。スイッチプラーと 1.5 の六角ドライバー、六角レンチと言われるようなものですね。これが必要になってくるということでございます。では取り付け行っていきましょう。試しに1個取り出しましてキャップを1つ、このキャップの切り欠きでこのフラッシュタップの取り付けの時に使う爪ですね、これの位置をちゃんと合わせてはめましょうというようなことでございます。これの方向を合わせて取り付け、力を入れてフラッシュキャップを一番下まで押し込んでくださいということで、方向がしっかり合うと横から見た時にキャップが出てこないというような形ですかね。こちらでキャップの取り付け完了でございます。
では簡単にボタンのスペックを確認しておきましょう。基本的にはですね、スペックは通常版静音版ともに同じでございます。ただ耐久性の違いはあるとのことで、通常版の方が長持ちするというふうに言われております。押し込みの耐久回数に違いがあるといったような感じですね。ボタンの押し込みの重さ、オーカー圧は 60g プラスマイナス 5g。 動作点、どんぐらい押し込んだら反応するか、アクチュエーションポイントとも言われるものでございますけれども、こちらは 0.3mm、 総ストロークは 0.5mm。 この一番下の部分から、天板のところまで来る高さが 17mm、 0.3mm で反応するボタンでございます。早いっす。では外観見ていきましょう。胴体は透明で、キャップもこちら透明になっているので、中がしっかりと見えるようなデザインをしております。横から見るとこんな感じ、構造が見えますね。中のスイッチについても見ることができます。下から見ると基板が見えます。で、このサイレントという文字なんですけれども、こちら今取り付けてみたのが、押し心地的にも静音版のものだなっていうのが分かるような感じなんですけれども、こちら通常版のボタンになるんですけれども、こちらの基板にもサイレントという風に記載がございます。なので通常版も静音版も基板は共通のものを使っているというのがわかるかと思います。静音版と通常版、違いは中のスイッチでございますね。こちら左側が通常版のフラッシュタップ、右側が静音版のフラッシュタップでございます。どちらも基板にはサイレントという風に記載がされておりますが、中に入っているスイッチが違うのが見て取れるかと思います。こちら左側の通常版にはいわゆるマウスとかで搭載されているようなマイクロスイッチですね。右側にはどこで使われてるって言えばいいんだろう、静音タイプのタクトスイッチと言われるものが搭載されているような形となっております。しっかりハンダ付けがされております。はい、通常版静音版どちらも一つずつ組み立てが終わりましたので、押し心地、音などを確認していければと思います。はい、というところでまず押し心地比較してみたんですけれども、やっぱり押し込みは非常に浅いですね。通常版に関してはですね、手にも伝わるしっかりとした、シャキシャキとした食感といえばいいんですかね、硬めの感触が手に伝わります。マイクロスイッチの入力されている音というのがしっかりと聞こえるような形となっております。こちらの静音版に関してなんですけれども、本当に音がしないです。今音を取ろうとマイク結構近づけて撮っていたつもりなんですけれども、全然波形が動いてなかったんで、ボタンから発せられる音っていうのはほとんどないと言ってもいいと思います。聞こえる音というのはボタンが押された時のプラスチックが当たる音ですね。衝撃音ぐらいですね。なんで、そしてこのボタンのある意味特徴と言っていいのかもしれないですけれども、押し込んだ後のボタンのぐらつきといいますか、軸が柔軟に動いている感じがします。この軸が柔軟に動くことによってボタンの縁、本当に際の際でボタンを押してもしっかりと反応するといったような構造になっております。なのでとにかくこのボタンに触れれば反応する、そんな反応速度の高さというのが実現できるボタンになっているんじゃないのかなというふうに思います。では実際にレバーレスアケコンに搭載して試していきたいというふうに思います。一旦試しにこちら薄型のパンクワークショップのミニボックスに搭載してみたいと思います。こちらパンクワークショップに搭載されているこちらもマイクロスイッチのボタンブレイズなんですけれども、こちらとの比較はまた後日の動画で詳しく行っていければと思いますのでお待ちいただければと思います。はい、ミニボックスにも問題なく装着ができましたね。なのでボタンの交換が可能な大体のアケコンに搭載できるんじゃないのかなというのが分かりました。では個人的な本命、こちらのパンクワークショップのメインで使っているレバーレス Sというアケコンにフラッシュタップを搭載していくこととしましょう。まずはでもボタンキャップの取り付けからでございますね。作業していきます。キャップ取り付けようとして分かったんですけれども、 24mm と 30mm のキャップで切り欠きの数が違うみたいですね。ボタンキャップの向きを気にしないといけないのはこちらの 30mmの方だということが分かりました。こちら2つしかないので、これをこちらの爪の方向に合わせて取り付けてくださいというようなお話であったと
いうのが分かりました。これで大丈夫。 24mm のボタンキャップもよーく見たら切り欠きの大きさが違いますね。これ左と右で切り欠きの大きさが違っているのが見て取れると思うんですけども、こことここ一応広い方を爪に合わせて装着していきたいというふうに思います。このね幅が爪としっかり合うから多分それを意図して作られたものかと思います。はい、全てのボタンにキャップ取り付け終わりました。この包装の量、いやこう見るとめっちゃ綺麗だな。フラッシュタップ見た目最高、美しい。ではこのボタンを取り替えていきたいと思います。はい、というところでボタンの取り付け完了いたしました。いや全部変えてみたのでそれなりに時間がかかりましたね。ご覧の通り端子がね基板から L 字にこう隙間を練って出ているような形なので、結構幅広くボタンの取り付けはできるような形になるかなというふうに思います。というところで見てください。美しい。見た目はトップクラスに良いなというふうに感じました。クリアなんとかって興奮するよね。はい、実際にプレイしていければというふうに思います。言い忘れておりました。こちら移動ボタンには通常版音が鳴るタイプ、移動ボタン以外のボタンに関しては静音版音が鳴らないタイプを装着させていただきました。はい、というところで少し遊んでみました。遊んでみた感想といたしましては、とにかく速いという印象を受けました。マイクロスイッチ搭載で 0.3mm の大加圧、この時点でそれについては理解していましたけれども、このねボタンのどの部分を押しても反応してくれる構造、これによってとっさの動きでもボタン側でそのとっさ具合をですね吸収してくれているような印象も受けました。またボタンの高さがですね意外と適度にあります。なので押し込みが浅くて感覚が分かりづらくなりかねない点もこのボタンの高さによって少々カバーできているのかなというふうに感じました。あとは見た目がかっこよろしい。気になる点挙げるとしてはボタンの音でございます。スイッチ自体は通常版がしっかりとフィーリングの伝わる音、カチカチとなっている音ですね。静音版はほぼ無音だったんですけれども、手にはねその感覚の差っていうのは感じているんですけど、ボタンの構造的に出てしまうプラスチック音、これが通常版静音版どちらにせよ結構出ているなというふうに感じました。音の性質の差はあれど音はする、そんな感じでございます。またどこを押しても反応するという性能を実現するためにあえてボタン自体に遊びを持たせるような構造になっているんかと思うんですけど、指を添えて押さずに横にずらすとこのようにカタカタなります。これがね気になる人もいるんじゃないのかなというふうに思いました。ちなみにこのカタカタ最中に少しでも手の重心を下げると反応することがあります。
もしかしたら超反応がゆえのデメリットになってしまうかもしれません。あとはボタンキャップ、透明で非常にかっこいいんすけど、マット素材出ねえかな。よく見ると指紋がちょっと目立っちゃうんですよね。すごいかっこいいんだけれども、でも総合して自分のプレイには非常に合っている印象でございました。なのでですね、このまま移動には通常版、攻撃には静音版、こちらを搭載したままプレイを続けてみたいかなというふうに思います。今回は以上でございます。もしこの動画が参考になったなと思われましたら、チャンネル登録、高評価いただけますと幸いです。またね、Twitch やこちらの YouTube チャンネルで生配信も行っていたりしますので、遊びに来ていただけますと幸いでございます。というところで今回は以上ということで、またお会いいたしましょう。さよなら。